皆さんこんにちは、ゆきなです。今日は皆さんが日本語会話が上手になる方法について、ネイティブに近づく方法についてお話ししようと思うんですけれども、私の生徒さんの中でも上級者になればなるほどに多い傾向として、日本語を早く話せるようになれば流暢な感じがすると思っている方が多いなと感じています。ここでの早くっていうのは速度のことなんですけれども、面接の練習をしている人でも企業の面接官に自分がペラペラだということをアピールしたいので、早口で日本語を話そうとする人いるんですが、早く日本語が話せるイコール日本語が上手というわけではないと思います。むしろ上手になりたいならゆっくり話してください。ゆっくり話したら日本語を考えながら話してるみたいで、日本語下手だと思われないと思う人がいると思うんですけれども、それは違います。ゆっくり話すことで発音がしっかり聞こえますから、ゆっくり話して相手が上手だと思えるということは、これは本当に日本語が上手なんですよ。本当は上手なのに早く話してしまうと、どうしても自分の母国語のイントネーションが出てきてしまうんですね。特にアジア圏の方に多いかなと思うんですが、例えば中国語を母国語として話される方は、中国語ってアクセントが強くて早く話すのが特徴的かなと思うんですが、日本語が上手に話そうと思って早く話せば話すほどに、中国語と同じ勢いと速さで話してしまうから、単語も文法も完璧なのに、聞いている方は中国語を話しているのかなっていう風に聞こえてしまうんですよ。これ日本人に聞いたらわかると思うんですけど、日本語は長音が多くてアクセントがあまりないですから、余裕を持ってゆっくり話した方がネイティブに近づけます。これね、上級者の方になればなるほどもう一個ステップアップするっていうのはとっても難しいんですよ。なぜなら自分の日本語に自信があってたくさん話せるということをアピールしたいから。でもそんな人こそ思い出してほしいんですね。最初に日本に旅行に来た時に、日本人の話す日本語が早すぎて聞き取れないと思った経験があると思います。でも今はゆっくりに聞こえませんか？最初の時みたいに早すぎて聞き取れないということはないですよね。それは日本語を理解する余裕が出てきたからです。聞き取りがそうなら話す方も同じなんです。ゆっくり話す方がしっかり理解していて余裕のある人なんだなと思われます。ですから皆さん、日本語をもっと上手になりたいと思ったら、ゆっくり余裕を持って話す練習をしてみてください。では今日はここまでにします。またね。